ほんまに N 国やと思うの。いやもう、N 国知事なんですよ。ぶらり芦屋2026月10日芦屋へ。駅前の商店街から芦屋川沿いを散策しつつ、川沿いのカフェでアイスコーヒーとカヌレを食す斉藤という日本語が、ああ、なるほどなと思うよね。俺が言うてんのは、元彦がプライベートの時にちょけて浜田のモノマネしとるって言うてること言うてるんじゃないのよ。記者会見での喋り方が浜田とそっくりや言うてんねん。ってことはどういうことやねん。自分より浜田が上や思とうことやろ。斉藤元彦さ、ガチで N 心ちゃうかな。ガチの N 心。で、かつね、俺ね、この4月、5月、6月の記者会見のあいつの喋り方見ててね、あいつ喋り方浜田聡に寄せてきてない？いや、でも、ちょっと見てみ？浜田聡に寄せてきてんねんって。立花やのうって浜田っぽいのよ。なんで熊田正史に寄せなあかんねん、知人がお前。おもろいけどよ。記者会見の時に、熊田正史のって言ってんの。いや、でも喋り方がさ、こうやって喋るとこね。こうやって喋るとことか、こうやってずっとこうやって喋ってる元彦。こうやって喋ってんね。適法適切適宜浴びさせていただいております。それがね、確信に変わったのはね、元彦チャンネルなんですよ。このセンスですよ。動画のタイトル見て。ぶらり芦屋2026、6月10日芦屋へ。駅前の商店街から芦屋川沿いを散策しつつ、川沿いのカフェでアイスコーヒーとカヌレを食す斉藤。いや、この日本語の崩壊っぷりがね、ものすごく N 国っぽいのよ。これね、独善的な日本語の使い方ね。いやもうね、おかしいんね、日本語が。ことごとく。昨日神戸で熊出たんですよ。まあ神戸熊出そうやけどね。新神戸の駅、木切ったるでしょ。最近新神戸行った？新神戸の駅えらいことになってんで。新神戸の駅の裏側の山、熊来たらわかるようにめっちゃ木切ったんね。まあ、北区といえどもね、神戸市内っちゃ神戸市内じゃないですか。群馬も日本みたいな言い方をすればですよ。神戸市内っちゃ神戸市内ですよ。群馬も日本や言うんやったら、スズラン台も神戸ですよ。俺一回誰かに怒られると思うな。群馬も一応日本やって言うんやったら、そらスズラン台とか藤原台とか日踊りがゆから向こうも神戸ですよ。ね。まあそれはええんやけど、で、熊出たんですよ。熊出たから気ぃつけてなって知事やから書いとんやけど、読んだこれ。笑ってまうで。俺ね、ゆべこれ寝ながらスマホいじってて見つけたんですよ。夜寝てからね。で、見つけて、思わず、俺読み間違えたかなって老眼鏡かけ直したもん。県内で熊の目撃が相次いでいます。今はオスの繁殖行動が活発な時期です。登山や山に入られる際はって、それなんやねん、その登山や山に入られる際は。登山いらんねん。で、今この登山や山に入られる際はという日本語のおかしさにね、気づけたでしょ。で、それでね、さっきの YouTube に戻ったらね、俺の言うてることわかるよ、これ。ぶらり芦屋2026、6月10日芦屋へ。駅前の商店街から芦屋川沿いを散策しつつ、川沿いのカフェでアイスコーヒーとカヌレを食す斉藤。この文章の中に何回芦屋って言葉が出てくるんだよ。これね、日本語が崩壊してるのって、もうずっと擦ってるんですけど、N 国の特徴なんです。まあ、アホ相手の商売してるから誰も突っ込まへんっていうのもあるんですけど、これ、立花隆のポスターね。このアホの書いた日本語の特徴が出てくるんですよ。自殺した元県民局長は元知事のパワハラが原因ではなかった。構成ぐらいせえよ。局長の原因って何やねん。自殺した元県民局長は元知事のパワハラが原因ではなかった。タイトルでこんな間違いする低能ってどうなの？誰も何とも思わんわけですよ。で、この下の文章も崩壊してんねん。元県民局長の自殺の本当の理由は、元知事によるパワハラではなかったことが立花隆の取材で判明した。へえ。
実は自殺した元県民局長は10年間で10名以上もの女性県職員と不適切な関係を結んでおり、不同意性交等罪が発覚することを恐れての自殺だと思われるって。なんで判明したのに思われるやねん。思とうだけやん、それ。と思われるという文章しか書けないんやったら、それは判明したって言わへんし、判明したんやったら、だって終わんねん、文章は。で、これそのまま好意的に解釈するとそういうことです。これを好意的に解釈すると、実は自殺した元県民局長は10年間で10名以上もの女性職員と不適切な関係を結んでおり、不同意性交等罪が発覚することを恐れての自殺だと思われるということが立花隆が思ってるということが判明したとしか解釈のしようがないのよ。ってことはこれ論理的にはどうなるか言ったら、立花隆が立花隆に今どう思ってんのって取材したら、今僕そう思ってんねんっていう文章です、これは。判明したのは立花隆がそう思っているということということになります。判明してるという言葉を活かすんであればね、粗骨長いほんまに。その話のソースは脳内ですって言うてんねん、これ。使い物にならんよ。粗骨長いやです。ほんまこれです。判明したと言ったのは確かに俺だが、断定しきらない俺は一体誰だろう。いや、そういうことですよね。という日本語の使い方とかを見ても、ものすごくね、N 国信者っぽいんですよ。多分ほんまにね、N 国の言うてることが正しいって思ってるんやと思う。ほんまに N 国やと思うの。いやもう、N 国知事なんですよ。浜田聡が知事してるのと変わらへん。だから浜田聡に言うたって、大丈夫やろ、斉藤元彦でも知事できてんねんから、お前かって知事できるわ、言うて。で、すぐ設定忘れる。さっきのね、これもう、あらゆることがね、このタイトルでわかるんです。ぶらり、芦屋2026、6月10日、芦屋へ。駅前の商店街から芦屋川沿いを散策しつつ、川沿いのカフェでアイスコーヒーとカヌレを食す斉藤。っていうタイトルですよね。これ斉藤さんが自分でつけてはるんです。で、これね、この動画の主題は何です？最後に出てくるのは斉藤なんですよ。タイトルだけで考えるとね。これどう考えても主題斉藤ですよね。斉藤ですよ。どう考えても。もう一遍読み上げようか。ぶらり芦屋2026年6月10日芦屋へ。駅前の商店街から芦屋川沿いを散策しつつ、川沿いのカフェでアイスコーヒーとカヌレを食す斉藤ですよ。ということをする斉藤の動画なわけでしょ、この動画は。別に構へんよ。でもこれも N 国っぽいんですけど、記者会見では、県の職員の撮った写真を使うのは県政のアピールやから OK って言ってたんですよ。これ県政のアピールこれ。知事がアイスコーヒーとカヌレを食べてる姿が県政のアピールなの。ツイキャスに一人煽った。県はいいけど斉藤はどうかな。矢沢か。乗ってるぜ、へいへい。言うとる場合か。いや、きっとね、N 心なんですよ。N 心らしくさ、あいつら知識層嫌いでしょ。で、県民局長の告発文書の冒頭っていうのはまさにその内容ですからね。で、伊予木部先生に何してくれてんねんって話じゃないですか。ゴールデンウィーク明けのカンテレの鈴木さんの質問覚えてる？ゴールデンウィーク明けの記者会見のゴールデンウィークどう過ごしましたかっていう。俺ね、あれがね、象徴的やなと思ってるの。マイナスイオン浴びさせていただいたりいうやつね。知事、ゴールデンウィークはどんな風にお過ごしになってましたですか？ゴールデンウィークは、休暇等をいただいてですね、ゆっくりさせていただきまして、はい。この休暇の過ごし方っていうのは、例えば本を読んだりとか、そういうようなことって知事はされるんですか？県内に出かけさせていただいてですね、自然と触れさせていただいて、マイナスイオンを感じさせていただいたりとか、あとはスポーツをさせていただいたりとかっていうことで、心身のリフレッシュをさせていただいてますね。すみません。知事の定例会見ですごく公的な場なので、
多分マイナスイオンってちょっと消費者庁に怒られたことがあったと思うんで、あんまりそういうこと言わない方がいいのかなともちょっと思ったんですけど、まあそれは置いといて。本を読む習慣って知事はありますか？最近はあまり読んでないですけどね。かねては、歴史的な小説とかっていうものは読ませていただいたりしたことはありますね。ここ。多分ね、こいつ生まれてこの方、司馬遼太郎以外読んだことないと思う。これ覚えといた方がいいと思いますけど、このやりとりがすごく恥ずかしいのは、もう50なんですよ、斎藤元彦が。50で、最近は本を読んでいませんっていうのって、ものすごく恥ずかしいよね。それを、臆面もなく人の前で最近は読めてませんけどっていう感性のやつは、おかしいよね。いや、読まないとしたとしても、知事、カーペットにしますって、はいしますって言ってるぐらい恥ずかしい。いや、それぐらい恥ずかしいねんて。しかも、マネージメントが仕事の人間がですよ。いや、現業の人が本を読めてないって言うんだったらわかるよ。当たり前のことのように、それは50超えてね、50のおっさんが仕事忙しくて、この1週間本1ページもめくってないっていう1週間があるのはわかる。で、俺は本を読むのが半分仕事やから、俺ぐらい本を読むということは多分普通の人ありえないのもわかる。でも、僕は20年間会社員サラリーマンやってたんです。自分の上司が本を読まないっていうのは地獄です。しんどいです。公衆の面前で言うべきことではないです。てか、逆に女性陣に聞きたいねんけど、書を読まないパートナーって楽しい？ほんで本読まんと何してるか言ったら芦屋でカヌレ食うて自撮りして動画上げるのが趣味の50のおっさんってどう？いや、それもうちょっとダメでしょ。しかも何千人の人間をマネジメントする立場の人間が本を読みませんと言えてしまうセンスが僕は全くわからないです。で、かつては歴史的小説を読んでいたっていうんで、彼の選挙広報とか見てると、愛読書司馬遼太郎って書いてあるんですよ。これは覚えといた方がいいですけど、距離を取らなきゃいけないのは、尊敬する人物坂本龍馬って言ってるやつと、愛読書司馬遼太郎っていうやつからは距離を取りましょう。で、年こいて司馬遼太郎を読んでるやつに賢いやついません。司馬遼太郎は、小中学生で卒業するもんです。で、実際本読んだことがない。で、読んだとしても司馬遼太郎ぐらいで、司馬遼太郎を読んで生きれると思ってる人やと思って、もう一度、これに戻ると、ぶらり芦屋2026、6月10日芦屋へ、駅前の商店街から芦屋川沿いを散策しつつ、川沿いのカフェでアイスコーヒーとカヌレを食す斎藤という日本語が、ああ、なるほどなと思うよね。無名なるかなですね、ほんま。無名なるかなって感じですよね。頭が悪いこと、ものを知らないこと、世の中の常識にとらわれないことは良いことだと思ってさえいるように思えるんです。で、その様はまさに N 国。ものを知らないこと、常識を知らないこと、しきたりを知らないことはむしろ良いことだと思っていて、それと反することをやることが革新的だと思い込んでしまっている頭の悪さ。まさに N 国。そんなお前、なんぼなんかとお前、知事やで。知事でお前、まさか知事がお前 N 神とかお前、そんなお前、知事が N 神ってお前、そんなお前、あるわけないやんけ、お前。ほんまや。いや、ということなんですよ。我々が敵対しているというか、なんて言うんですか。対峙ですね。対峙している相手は、N 神のそのものなんです。なんで、上見て喧嘩してると思ったらあかんねんて、下見て喧嘩せな。
人生の我々の普通の一般な健常な社会人から見ると、人生の階段の上の人とね、麻生太郎と喧嘩せなあかんやったら上向いて喧嘩せなあかんけど、斎藤元彦の場合は横でも上でもなくて下なんですよ。下向いて喧嘩せな。だから扱いは吉田とか、プチ虚栄中とかと一緒でいいんです。討伐隊四郎とか、もう池のメダカのネタです。あれ、どこにおんのどこにおんのどこにいてはんの見下げてごらん。あ、おったってやつです。でね、もうさっきも言うたけど、最近のね、さっきのあれ見張りましたでしょ。消費者庁に怒られたことがあったと思うんで、あんまりそういうこと言わない方がいいのかなともちょっと思ったんですけど、まあそれは置いといて。本を読む習慣って知事はありますか？最近はあまり読んでないですけどね。かねては、歴史的な小説とかっていうものは読ませていただいたりしたことはありますね。はい。この喋り方はね、まだマシやねんけど、これ5月の真ん中頃なんですが、これね、最近ね、喋り方変わってんすよ。直近の6月10日、まあ、6月10日というよりも、6月3日の俺の人殺し発言の前ぐらいの喋り方見ててください。6本が現在も削除されないままだというふうに聞いています。で、この兵庫県の事案について、現状どのように受け止めてらっしゃっていて、今後どのように対応されていくのかお聞かせください。そうですね。この事案につきましては、事業者の方に、対応を求めてきているというところでございます。目見えへんようになってんねん。ドキドキしちゃうからじゃない。浜田の真似してるとしか思われへんねん。浜田さ、目見んと喋るでしょ、あいつ。皆さん、こんにちは。今日は、何を説します。あいつなんか、さ、もう目線がさ、ずっとさ、とはいうものの、この市長選挙における私たちの戦略は、兵庫県の斉藤元彦知事を応援するという趣旨にのっとって、知事を応援しながら、この選挙でも私たちの政策を訴えていくということを考えています、みたいな。で、これ今俺浜田の真似してんねんけど、はい、ほんまにそうですね。しかしやっぱりここには僕の目の前にはカメラとマイクがあるわけで、その前でお話をするということは、それは相当の覚悟があってお話をしているので、皆さんがどう思っていらっしゃるかわかりませんが、私は真剣に考えて行動しています。今俺これ浜田の真似してるつもりやねんけど、多分この浜田の真似してるという枕言葉がなかったら、元彦を真似してると顔の表情で思うと思うね。あれね、絶対ね、真似しとるよ。絶対真似しとるよ。で、真似をするということ、浜田の真似をすることがええと思ってるってことはどういうことかわかる？俺あれ、確実に俺もう絶対浜田の真似やと思うね。それ N シーンってことやねんけど、浜田の真似をすればいいと思うということは、自分よりも浜田は上や思ってるってことですよ。陰で酒飲みながらバカにするためにモノマネしてるんやったら話別やけど、そうやなしに、公の場所で浜田と同じことの話をしよう、同じように話をしようとしてるってことですよ。俺が言うてんのは、元彦がプライベートの時にちょけて浜田のモノマネしとるって言うてること言うてるんじゃないのよ。記者会見での喋り方が浜田とそっくりや言うてんねん。ってことはどういうことやねん。自分より浜田が上や思うとうことやろ。そんなまさか知事が N 国の浜田のモノマネをするとお前、そんなまさかありえへんやろって言うかもわからんけど、水谷さんの動画で見たらわかるんちゃうか。こっからどんどん浜田に似てくる。ドクターヘリの整備士不足の話というのは、もう昨日今日出てきた話ではなくて、去年の夏に、報道がされたのが、我々が知る最初のきっかけでした。その時からこの問題っていうのは指摘されてきたわけなんですが、この間、兵庫県はどういう対策を取ろうとしてきたのかということを教えてください。はい、ご案内の通り、このドクターヘリ問題っていうのは、関西広域連合としてですね、
全体的にやっていこうということで事業がスタートしたというものです。関西コーヒー連合の中で、徳島県が主の担当になってますので、徳島浜田やねんって。これよう見ててみ。県を中心に、最大限のこれ、こっちに鈴木さん座ってんねん。どっち見てんねん。でね、このあさってを見るというのが、5月に入ってからめっちゃ増えたの。俺、これね、絶対浜田に寄せてると思う。よいしょ。今ちょっと仕事が来たんで、今ちょっと全然違う、仕事が来たというか、別にこんなの審議則違反じゃないので、今大事なメールが届いたんでメールを読んでしまいました。取材のコメントの内容を確認してくれと言われたんですが、言い分はないですね。そもそも刑事告訴するもしないも向こうさんの自由ですし、不当な発言だとも思っていません。ただ権力者のくせに一物書きに、ここ何のために言い分がないと言ってるかがわからんよな。後悔はしていないか。後悔はしていない。そもそも発言が不穏当だと思っていませんから。例えは悪いかもわかりませんが、電車で痴漢を見つけたけどみんな黙っている。そこで僕がやめろよと大声で言ったら、電車内で大声を出すなと叱られたような気分です。刑事告訴されても自分の発言を翻す翻すつもりはありません。これでいいね。いや、まさにそういうことじゃないですか。電車の中で痴漢を見つけて、やめろよって声かけたら、電車の中で大声出すなって言われたような感じがしますね。記者クラブは厳密に言うとその場で今暴言と受け取れかねない発言がありましたと幹事社は言いました。で、次の週の5月のこの間の記者会見でどない言ってたかって不規則発言や言ってました。なので発言の内容がダメだと正式に言われた形跡はないです。順番じゃない時に声を発したのはダメでしょと言われてる。で、俺多分不起訴処分になると思ってるんですよ、俺。それはそれで面白いんですけど、俺が不起訴になったら。だからまさにさっきの理由です。電車の中で大声を出してはいけないんです。でも痴漢を見つけたからやめろよって大きい声出したんです。そしたら周りのやつから電車の中で大声で乱暴な言葉使わないでくださいって怒られたんです。それは電車の中で大声で乱暴な言葉を使うべきではないですよ。使わないのがルールです。でも大声で痴漢を止めたんです。どっちが問題なんですか？それどっちも問題なんですか？善悪の判断ってそうやってなされるもんなんじゃないですか。不起訴になったらどうかというと、何が面白いかって記者会見に出れるとか出られへんとかって話ではなくてね、斉藤さん、あかんようになってもうたけど、自分の答弁で覆してしまったらあかんようになってもうたけども、給与減額法案を議会に通してくれ言うたん、僕不起訴処分になったから大丈夫でしょう言うてんねんで。我がが不起訴処分になってんから我がの疑惑に幕引きを図る条例を審議してくれ言うやつが、誰かを刑事告発して、それ不起訴になるのめっちゃおもろない？で、起訴されたら起訴されたで裁判の中で記録が残る形で、産後通報だった公益通報者保護法違反にもかかわらず、あんなことを記者会見で言うた、こんなことを記者会見で言うたって。いうことを裁判で言うたらだけのことですよ。どっちに転んだかって寝ごうたりこのとりですよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。